どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は2024年1月に買ってよかったものを紹介します。2024年ももうね、1ヶ月終わるかと思うとね、早すぎですよね。はい、そんなね、今月買ってよかったものなんですけども、今回もキッチンアイテムから家電までね、いろいろ紹介していきますので、よかったら最後までご覧いただけたら嬉しいです。では早速いってみましょう。1月に買ってよかったもの、まず1つ目はこちら。ニトリの毎日取り替えスポンジです。はい、こういった使い捨てのスポンジですね。うち昨年から食洗機を導入していまして、基本的にはその食洗機で洗うんですけども、食器とか鍋の中には食洗機対応じゃないものとか、食洗機の中に入らないものとかもあるので、そういうのはね、やっぱり手洗いしないといけないんですよね。でも、その頻度もやっぱり食洗機使ってるので、手洗いする頻度もね、あんまり高くないので、これちゃんとしたスポンジを使っていると、使わないで置いておく期間というのが結構長くなってしまって、これはこれでね、ちょっと不衛生かなと思って、次にスポンジ使う時にまた結局ね、新しいスポンジを取り出して使うという風になってしまっていたので、使いたい時にこういう風に1枚だけ取って使って、使い終わったらこれをね、捨ててしまえば衛生的かなと思って、こちらのね、使い捨てタイプというのをね、買ってみました。これ299円で30枚入りなので、1枚約10円ぐらいですね。コスパはね、高めだと思います。使い捨てるのはちょっとね、エコじゃないというね、意見もあるかと思うんですが、ちゃんとしたスポンジを1回使って放置して、次また新しいスポンジを使うというより、こういう風にね、使い捨ての方がね、むしろエコなんじゃないかなと思って、これをね、使い始めてみました。これスポンジ自体は1センチぐらいで結構薄いですし、あんまりね、こう、大きくもないので、ちょっとね、心もとないような気もするんですけど、実際使ってみると、これ全然問題ないと思いましたね。泡立ちもいいし、しっかり隅々まで洗えるし、で、薄くて、こう、小さい分ね、こう手で持った時に結構ね、手のひらで洗ってるような感じというか、もう手で直接洗ってるような感じに近い感覚で洗えるので、よりね、ちゃんと汚れを落とせてるなっていう実感があったりします。もちろんちゃんと汚れ落ちます。なのでこういった使い捨ての運用ができるものっていうのもね、考えようによってはありなんじゃないかなと思ってね、これを使ってますけどね、非常にこれいいなと思いました。買ってよかったなと思いました。食洗機を使わずに毎日手洗いされてるという方だったら、ちゃんとしたね、スポンジ、丈夫なスポンジとかの方がいいと思うんですけど、放置する時間が長くなってしまいがちな方、食洗機を使ってる方はこちらおすすめなんじゃないかなと思います。はい、そんな買ってよかったもの、一つ目はこちらのニトリの毎日取り替えスポンジでした。続いての買ってよかったものですが、ここからは電動式にしたらめちゃくちゃ便利になったアイテムっていうのを3つ続けて紹介していきます。まず1つ目はこちらです。アース製薬の自動で出てくるモンダミンです。マウスウォッシュはずっとね、僕このモンダミンのプレミアムケアっていうのを使ってるんですけど、これがね、あんまり刺激も強くなくて、それでいて口をちゃんと衛生的に保ってくれてる気がするので、こちらが口に合うので、これずっと使ってるんですけど、モンダミンに限らず、このマウスウォッシュってこう蓋を外して、この蓋に注いで口をゆすぐっていう風にするんですけども、これが割と難易度が高くて、で何が難易度高いかというと、使ったことある方だったら共感いただけると思いますが、買ったばかりのモンダミンとか特にそうなんですけど、蓋に注ぐ時に結構こぼしがちじゃないですか。この内側に線がついてるんですけど、この内側の線まで注ぐんですが、その時にたっぷり入ってたりすると結構ね、勢いよくモンダミン出てきてしまってこぼれてしまうことがよくあるんですよね。満タンのモンダミンをこぼさずに注ぐのと、満タンのティッシュペーパーを1枚だけ取り出すのはね、未だに僕うまくいかないんですけども、そんな悩みを解決してくれるのがこちらのね、自動で出てくるモンダミンですね。このようにモンダミンのボトルをセットして、ここにカップを近づけると自動でこういった感じでノズルからね、モンダミンを注いでくれます。で、上にメモリがついていて 10ml と 20ml の2パターンから注ぐことができます。 10ml だったらカップの4割ぐらい注いでくれて、この 20ml だったらカップ8割ぐらいまで注いでくれます。このね、ノズルの部分もこんな感じで結構細く作られていますので、こぼれる心配なしでね、楽に注ぐことができます。こんなのね、あるの僕知らなかったんで、これね、買ってよかったなと思いますね。今までこぼしていたモンダミンがね、もったいないなと思ってしまうぐらいに非常にね、便利なアイテムでした。僕のように注ぐっていうね、簡単な動作すらできない不器用な人じゃなくても、これ自動でね、10ml とか 20ml 注いでもらえるっていうのはね、かなり楽だと思いますので、ぜひね、モンダミン使ってる方は使ってみてください。今回も紹介した商品は全部概要欄にリンク貼っておきますので、チェックしてみてください。電動式にしたら便利になったもの、1つ目はこちらの自動で出てくるモンダミンでした。続いて電動式にしてよかったもの、2つ目はこちら。スパイスオブライフの電動スプレーです。
こちらですけども、その名の通り電動のスプレーです。この前のモーニングルーティンの動画でも最初の方に出てきましたが、うちにはね、植物がたくさんありまして、毎日欠かさず葉水をするんですよね。で、今まで使っていたスプレーも一度握って離すと、行きと帰りでちゃんとスプレーしてくれるっていうね、とても使い勝手がいいスプレーだったんですけど、これでもね、やっぱりずっとやってると結構手が疲れてくるんですよね。もうほんと植物の数多いので、これだけでね、手も疲れるし、時間もかかるしということで、どうにかならないかなと思っていたところ、見つけたのがこちらのね、電動スプレーなんですけど、めちゃくちゃ楽ですね、これ。ここのね、トリガーの部分がスイッチになっていて、これを3秒間押すと電源が入って、次にもう一度押したらもう自動でスプレーすることができます。水の勢いもそれなりに強めなので、こう横にスライドさせるように葉水していったら、あっという間にね、たくさんの植物に葉水ができちゃいます。これノズルの先端の部分、ここをこう回すことで、水の出方を霧状と直線状とね、切り替えることができるんですが、僕はね、葉水なんで普段は霧状のスプレータイプを使っています。ただね、これノズルで徐々に細くとか徐々に広くっていうのはできなくて、霧状か直線状っていうね、この2パターンしか切り替えられないので、細かな絞りをするってことはね、できません。この辺がね、もうちょっと水の勢いとかも変えられたらよりいいなとか思いつつも、でも今のね、この霧状の水量、水圧でね、もうちょうどいいぐらいなので、僕はこれでいいかなと思ってます。容量は 500ml 入るんですけど、こう中にホースみたいなのがついてますね。水を吸い上げるホースが。で、この内側のホース、多分ね、先端に重りがついていて、重りがついてるので、これ水が少なくなってきたら、このホースの先端が、この内側をね、移動してくれて、傾ければね、隅々まで水をね、吸い取りに行ってくれるので、500ml にね、漏れなく使うことができます。ホースの先端が動かないタイプだとね、ホースの先端に水が接触するようにね、こう傾けながらやんなきゃいけなくて、傾けるとね、狙いたいところに葉水ができなかったりとか、そういう不便のあるスプレーとかもあるんですけども、これはね、そのあたりがちゃんと考えられて作られてますね。で、充電も USB-C で充電することができるので、このあたりもね、嬉しいですね。うちみたいに植物がたくさんある方や、スプレーをね、長時間こう使い続ける方におすすめです。はい、ほんとね、これは電動になってよかったな、楽になったなと思いました。はい、電動式にしてよかったもの、2つ目はこちらの電動スプレーでした。続いて電動式にしてよかったもの、3つ目はこちら。エペイオスの電動バスポリッシャーです。こちらなんですけど、これね、正確には昨年末にもう購入していて、この年末年始の大掃除で使ったものなんですけども、これね、紹介してなかったので今日取り上げてみました。これで風呂掃除がね、めちゃくちゃ楽になりました。これ先端にこういう風にブラシのアタッチメントが取り付けられていて、これアタッチメントはね、取り替えることもできるんですけど、アタッチメントつけて、で、ここにね、スイッチがあるので、このスイッチを押しますと、こんな感じでブラシの先端が回転します。これでね、楽々掃除ができました。これ今これぐらいの長さですけど、もちろんちょっとこれじゃ短いんで、長さも変えられるんですよね。ここが取り外しができて、で、こういう延長のアタッチメントもついてるので、これをこういう風につけて、さらにこの先端にブラシ部分をつけると。こんな感じですね。さらにこれ、ここの黒いところ、これを押しながらこう伸ばすと、ここまで伸ばせます。これぐらいの長さですね。1メーター以上ありますね。で、さらにこの先端の部分は、このボタンを押すとこういう風に角度を45度ぐらいかな、変えることもできるので、これでね、風呂の床掃除はもちろん、天井の掃除なんかもね、楽々できちゃいます。で、これ回転力も結構強くて、みるみるね、汚れが落ちていきました。この先端のアタッチメント、これはね、簡単に取り外しができて、こういう風に外してしまえば、ここにね、他のブラシを取り付けることができます。で、ブラシはね、4つついていて、この今使っていた、この平らな床掃除とかね、天井掃除とか、こう、広範囲をいっぺんにね、掃除できるものと、あとは、こう、緩やかな山がついたものですね。これと、あとは先端がこう尖ったもの、壁の四隅とかね、あとはこの上のへりの部分とか、そういう細いところ、狭いところを掃除するときはこちらが適してますよね。あとはこういった丸いもの、こういったものも取り付けられます。で、このブラシをここにカチャッと取り付けられる。こんな感じで簡単に付け替えもできます。掃除する場所によってね、こうアタッチメントを取り付けていくと、よりね、綺麗に掃除することができます。こんな感じですね。風呂掃除はね、普通の手持ちのブラシでゴシゴシやるのは非常に大変だし、疲れるし、ということで結構ね、放置してしまいがちだったんですけども、これを使ったらね、本当に楽に掃除ができたので、楽しくね、掃除できています。電動にするとね、そういったところが非常にはかどっていきますね。ほんとこの電動バスポリッシャー買ってよかったなと思ってます。めちゃくちゃいいです。こんな感じで電動式にできるところは頼っていくとね、生活がかなり楽になってきますよね。こちらもお風呂掃除など苦手な方におすすめです。
エペイオスの電動ポリッシャーでした。続いて買ってよかったもの5つ目はこちら。アイリスオーヤマの布団乾燥機カラリエです。これは先日公開した冬の寒さの対策アイテムでも紹介しましたが、布団乾燥機ですね。こちらカラリエの FKD2B というタイプになってます。これ布団乾燥機なんですけど、デザインがすごく良くないですか？うちここ数年でグレー系の家電が増えてきていて、これもね、デザインに一目惚れして買っちゃいました。うちで使ってるエレクトロラックスの空気清浄機みたいに表面がファブリック素材になっていて素敵なんですよね。うちね、もともと同じカラリエのブラウンのタイプ9機種をね、ずっと使っていたんですけど、正直ね、これでもいいんですけども、このね、デザインが良くてね、買い替えちゃいました。で、もちろん布団乾燥機機能もよくできていて、ここにノズルが収納されているので、これを引き伸ばして、この先端を開いて布団の中に挟み込みます。で、モードもいろいろついてるんですけど、今はね、冬なので冬モードにして、スタートボタンを押します。あとは20分くらいで布団の中を乾燥させて、ほかほかにしてくれます。モードはこの冬モードの他にも温風の後に送風で熱気を逃す夏モードとか、急速に温めだけしてくれる温めモードとか、ダニ対策のダニモードと、この4つのモードが用意されています。なので冬以外にもダニとかカビ対策として使えるものになっています。シンプルな操作パネルなので迷いなく使うことができるし、運転時間をね、マニュアル設定することもできます。布団乾燥機はね、この時期には特にあるといいと思いますんで、まだ使ったことない方にはね、ぜひ使ってみていただきたいです。暖かい布団でね、安眠できるのでおすすめです。はい、買ってよかったもの5つ目はアイリスオーヤマの布団乾燥機でした。続いての買ってよかったものはこちら。ロザリーのフードボールです。これはね、こたつの餌を入れるフードボールですね。皿の後ろの部分がこういう風にせり上がっているので、餌がね、こぼれにくい形になっています。こたつはね、こういう風に鼻が短いので、結構顔をね、全部入れて餌を食べる形になるんですけど、顔へ突っ込んでね、餌食べるので、結構餌が後ろとかね、横とかからこぼれがちなんですけど、これであればね、結構しっかり後ろのところがカバーされてるので、全部ね、後ろにこぼれずちゃんと内側に戻ってくるような形になりますので、餌がね、周りにこぼれることなく食べられています。で、高さもあるので、首を曲げずにね、食べることができるので、こたつもね、餌が非常に食べやすそうです。前使っていたフードボールは、フードボール自体には高さがなかったので、別売りのね、台の上に置いたりしていたんですけど、それだとね、餌がこぼれ落ちた時に、このフードボールと台の隙間に餌が入ってしまったりして、永遠ずっとね、それを食べようとして、お皿をひっくり返したりしながらね、こたつが食べていたので、でもこのボールと土台が一体型になったタイプのものであれば、まずね、そもそも食べこぼしをしにくくなりますし、万が一ね、一つ二つ周りにこぼれ落ちても土台との隙間に入るようなこともなくてね、下に落ちるだけなので、なかなか取れなくてこたつがイライラすることもないんじゃないかなと思うので、こちらのね、台とボールが一体型になったものっていうのをね、購入しましたが、非常に食べやすそうにしてるので、これはね、使ってみてよかったなと思います。なのでワンちゃん飼ってて、ご飯をね、食べるときに結構こぼしがちな方とかにはね、こういう台がついたタイプのボールおすすめです。で、もっとね、低いタイプのものもね、あったと思いますので、スモールタイプみたいなのもあったと思うので、猫ちゃんとかみたいにね、頭身が低い子にはね、そういった低いタイプのものでもいいかもしれないです。はい、そんなこたつのフードボール、こちらが買ってよかったものの6つ目でした。はい、今月の買ってよかったものは以上です。ちょっと今月は買ってよかったもの少なめではありますけども、今月はあんまり新しく買ったものもなかったので、こんな感じになってます。はい、そんなわけで今月の買ってよかったものは以上ですが、このチャンネルではこうした買ってよかったものを毎月やってますので、よろしければね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あと、ベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方は、ぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。